全てのプロが使用するこのプラグインご存知ですか？正直これがないと仕事できないというぐらい超重要なツールなんです。今回はそんな業界標準ソフトである Vienna Ensemble Pro をまだ導入されていない方や最新バージョンへのアップデートを検討している方向けにこのソフトを使わなければいけない理由や最新情報をお伝えします。それでは Let's get to it! Hey Music Creators! カラフルなビートとオーケストラを提供するたけしです。今日は Vienna Ensemble Pro 略して VEP を使用する理由を3つご紹介します。特に最後の1つはプロが VEP がないと仕事できないというぐらい超重要なポイントです。そもそも VEP って何かって言いますと DAW の外でプラグインを処理できるソフトなんです。僕も2年前くらいに大きなチームに所属してからこの VEP 使い始めたんですね。でそのチームは1ヶ月にアニメ2本だからだいたい30曲 ×2 の60曲ぐらいを1ヶ月で作らなきゃいけない、仕上げなきゃいけないみたいな世界観なので、さすがに VEP ないと仕事できないって感じなんですけど、家の環境で使うのかなと思ってまして、こういうこういう大規模なプロジェクトならね VEP 使わないと仕事できないっていうぐらいのレベルの道具ではあるものの、もっと小規模なプロジェクトばっかりやってる家の環境ではいやまだいらないかなって思ってたんですね。今回 VSL 様からライセンスいただいて自分の環境で試してみたんですけれども、僕に必要なツールだったって感じで、もっと早く導入しておけばよかったって思ってます。初めてマニュアルもちゃんと読みましたし、今回の最新アップデートの機能とかも含めてものすごく便利なツールですね。もちろん今後の動画でもね絶対登場すると思うので、またその時になんかワークフローのアップデートとかあったらご紹介します。銅とは別で Vienna Ensemble Pro Surfer というアップを立ち上げておきます。 Vienna Ensemble Pro をインストゥルメントとして挿入します。コネクト、新しいインスタンス、ニューを選択。そうするとこんな感じで立ち上がるので、例えばコンタクトを立ち上げてみます。CSS のファーストバイオリン立ち上げてみます。ここで自分で好きな設定を作ってプリセットとして保存しておくことも可能です。この状態で DAW 上でミディを入力すればこんな感じでいつも通り打ち込むことができます。先ほど読み込んだコンタクトにエフェクトをかけるのはもちろん、オーディオを送って、エフェクトプラグインを VEP で使うこともできます。のオーディオトラックに Vienna Ensemble Pro のオーディオインプット、これをエフェクトプラグインとして挿入します。そして VEP 側では新しいインスタンスを作って、インプットインワンツ、そしてリターン用の VEP を立ち上げて、コネクト、サンプルを選択。そして先ほどのオーディオのプラグインエフェクトを立ち上げて、こちらもサンプルを選択。これで VEP にオーディオが来ますので、ここで VSL のエフェクトを使いますし、もしくはこんな重いプラグインも使えちゃいます。主な使い方はこんな感じです。もちろんテンプレートやプリセットを組んでおけばもっと早く作業することができます。そんな感じで VEP は DAW の外でプラグインを処理してくれるのでいいことがたくさんあるんです。例えば今回ご紹介する VEP を使用する理由1つ目は CPU 負荷の分散です。古いバージョンの Mac をまだ使っているとか、オーケストラの制作やミキシングに耐えられる PC をまだ購入できていないという方もいらっしゃると思います。そんな時に活躍するのが VEP です。 VEP は DAW とは別のアプリとして認識されるため処理を分散することができます。さらに2台のコンピューターを使ってローカルネットワーク内の別のコンピューターで VEP を読み込むこともできるんです。例えば古い Windows PC で散歩ライブラリとかプラグインを読み込んでメインの DAW の作業は MacBook Pro でやるみたいなこともできちゃいます。これって画期的ですよね。今後半導体の高騰が続いてちょっと次のバージョンの MacBook とかねすごい価格が上がってしまってちょっとこれは厳しいなとなった時にしょうがないから Windows VEP を使って Windows PC と MacBook でこう並列で処理するかみたいな選択肢もあるんじゃないかなと思います。そんな感じで銅とプラグインを別々で処理する利点がもう一つあります。それは DAW のクラッシュを防げるということです。 DAW が落ちる最大の原因って何だと思いますか？実はあれ DAW が悪いんじゃなくてサードパーティープラグインが悪さしてることが多いんです。例えばコンタクトがフリーズして作業データがお亡くなりになるみたいなことよくありませんか？しかしコンタクトを VEP で立ち上げておけば VEP だけがクラッシュしてくれるので DAW の作業データ自体は無事です。それではいよいよ最後に最も重要なポイントをご紹介しますって言いたいとこなんですけれども、
ちょっとその前に他の機能も少し紹介させてください。今回のアップデートで映像が再生できるようになりました。さすがに現場のことをよく考えられて作られているソフトなので、Streamers Punches とかプロ向けの機能もあるんですけれども、僕が良いなと思った点は Ableton Live とか BigWig Studio みたいな映像に弱い DAW でも映像が扱えるという点です。例えば Ableton Live とか使ってて、突然はい映像に合わせて音楽作ってくださいって言われた時どうしますか？さあ納期は1週間、デジタルパフォーマー買って勉強するぞってならないですよね。VEP があれば普段のワークフローのままプロレベルの映像が使えます。また今回のアップデートでは Vienna Suite Pro という VSL のエフェクトプラグイン集が全て使えるようになりました。プリセットとか見るととってもよくわかるんですけれども、 VSL オーケストラに関してものすごく本気で、さすが何十年のねオーケストラを取り続けてる VSL だからこそできる答えみたいなプラグインが揃ってます。それからおまけ最後に僕がむっちゃ嬉しかったポイントなんですけど、これってテンプレート組めるんですよ。例えばいつも使ってる Cinematic Studio Strings をバイオリン1からダボベースまでこう並べて、でプリセットとして保存しておけば DAW で一括でこう読み込むみたいなこともできるんですね。でもテンプレートって若干手間ですよね。なんですけど VSL のライブラリに関しては全部テンプレート作ってくれてるんです。これは超嬉しいですさあお待たせしました。いよいよ最後のポイントに行きましょう。プロがこれがないと仕事できないというぐらい超重要なポイントは、複数プロジェクトにまたがって同じプラグインを使用できるということです。普段セッションを閉じて別のセッション立ち上げるときに中に入ってるオーケストラライブラリーズとかも閉じられて、でもう一回読み込んで、別のセッションを開く。でも一つの作品に対してオーケストラライブラリーズってほぼ同じの使いますよね。例えば一つの作品で30曲分あったとして、それを確認するとします。そうすると1曲開いて閉じるのに5分かかる。でそれが30曲分あると 5×30 で150分、つまり2時間半分失われちゃうことになるんです。それに対して VEP を使って裏で常に、オーケストラライブラリーズ立ち上げておけば、セッション開いて閉じる時間が1分に短縮されるとします。そうすると30曲分で30分失われてしまうものの、先ほどの2時間半に比べたらだいぶ良くないですか？だから大きなプロジェクトを扱う人ほどこの VEP が重宝されるんです。さあここまで VEP のポイントを3つご紹介しました。 CPU 負荷の分散、同のフラッシュ防止、そして複数プロジェクトにまたがってプラグインを使えるよということです。でそんな超優秀な VEP がなんと今イントロセール中です。 VSL が VEP のセールをするのはだいたい年に1回ぐらいなので、ぜひこのチャンス逃さないでください。僕も早めに導入しておけばよかったって後悔してますので、無料トライアルをダウンロードしてご自分のワークフローに合うかどうかぜひ試してみてください。この VEP を見ても分かるように VSL ってものすごく現場の作曲家とかアレンジャーのことを考えて作ってくれてるんです。そんな VSL のサンプルライブラリー気になるよっていう方はぜひこちらの動画をご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。If you can dream it, you can produce it.